マーサズドールズ、やっていこか。この暗さはホラーだね。人形に呪われてるって噂がある廃村を調査するホラーやで。ほえー、明るさ最大なのに暗いの不安だけどやっていこう。ライトがウルトラ明るい可能性あるから気にするには早いやろ。マーサの家に入る方法を見つけよう。マーサの不可解な死に関する特別報告。ちゃんと導入あるのええな。なんで昼じゃなくて夜行くんだろうね。暗いだけかもしれんぞ。自宅で人形に囲まれて死んでいるのを発見された人形職人。マーサの人形には悪霊が取り付いていたのではという説もある。全部ぶっ壊せばいいんだね。村を調査し、マーサの人形に隠された秘密と村を悩まず呪いを解明しましょう。おう、初手からアイテム。ライトが欲しいな。カメラは必要だよな。ライトも欲しい。ここは暗いな。バッテリータイプやし、これがライトの代わりなんやろな。ナイトビジョンの機能あるみたいだからそうだね。でも電池式だから節約しておく。人形ってか普通に死体が多いな。呪われた廃村だから死体があるのは納得するけど、火が燃え続けてるのが怖い。火って割と人形の弱点やと思うけど、誰がつけたんやろな。前任の調査員かもね。なぜか一人ずつ送り込むのはホラゲーあるあるやな。さすがに暗すぎるわ。つけろ。オッケ雰囲気あってええやん。ー。こういうお祭りありそう。一度くらいは参加してみたい謎祭りやな。暗くない？別に。リアルよりならこんなもんや。そっか。おう、村人おるやん。人形だと思うけどポーズかっこいいな。目を離したら襲ってくるんやろな。襲っては来なかったけど、定石は外さないタイプっぽいから怖くはなさそう。それはホラーに慣れてる2人が悪いと思う。慣れてるうちらでサクッと解決したるで。バッテリーの残量も気になるからサクサクいかないとだしね。バルブゲット。何を回すか楽しみや。2分我慢したけど明るくするね。本場の雰囲気が楽しみたい人は920円で買うてな。誘われている。ここがマーサの家かな。今時は家の鍵を花瓶の下にもポストにも入れないらしいから、周り探すより進んだ方がええで。今時は鍵忘れた時どうしてるんだろう。机の上で解体したのか、食事したのか。人形がやったなら食べるってことはなさそう。どうぞ。わかりやすくていいね。スケアタイプで驚くのは、一番最初と、20分くらい何もなかった後くらいやな。ホラー関係なく地下って息苦しさを感じて怖い。ダメージあるのこれ。この手の降りるはしご毎回落ちてるな。死んでないなら体力なんて飾りだよ。遊戯王のライフみたいやな。鬼ほど暗いけどバッテリー変えないの？温存したくて。つけても暗いからいらんやろ。ナイトビジョン使いこなして。エッチなのが見える。どうせしたいやろ。人形かも。何にせよいい体してる。それは見ておかなきゃ損ですね。マネキンか。あかねちゃんくらいの大きさだね。そうか。思ったより身長大きいのがあかねちゃんだし。あんまり言われんけどそうなんか。140センチくらいのイメージあったよ。ほーん。どうでもいいからゲームに集中しろ。ほいさ。かっこいい本は調べられないしズームしても読めない。この足は手に持てるけど特に何もない。足が欠けてるマネキンにくっつけるとかやないか。取得できるわけじゃないから無理だね。ふむ。部屋をくまなく探すしかないな。電気あった。明るくなったか？一般的な暗さにはなった。カメラの充電を節約できるぞ。マネキンこっち向いとる。元を覚えてない。まあ適宜明るくしますね。おう、これは古き良きバルブハンドルギミックやんけ。2年ぶりに見たわ。ポップコーン食べたくなるね。ゲーム中に食べるのには向いてないな。よし。エレベーター？これわからん。中でビビらせてくるんやろな。狭い密室がそもそも怖いや。なんもないやんけ。主人公もビビってないな。見えてないからビビるも何もないんだと思う。常にカメラを構えておくべきだった。仕事できてるわけやし、記録は取らんとな。鳥？動物でもいたんかな。敵は人形だろうから生き物相手にするとは思えないけどな。人形に人が閉じ込められてたか、どうにか人形を隔離してたかやな。まあわからないけど鍵手に入れたから、開く場所探そう。家までなんもなかったな。いい家住んでるね。電気通ってるんやな。やっとマーサの家に入れた。探索を始めるぞ。全部屋見て歩こか。
入室時だけ警戒しとこ。退出時も白。人形くん、何されてる？ゆっくり何か落ちてきたっぽい。人形の能力なんかな？近づけばいいのかな。へいユウ。直接は攻撃してこない感じ？アイテムも特にはないな。人形も想像してたより少ないや。お風呂場も人形いない？人形ならええけどマネキンあったらなんか嫌や。広い割にバスタブ小さい。トイレもあるから広いんやろな。バストイレは絶対別の方がええと思うで。なんもないね。開かん扉多いし、鍵探しやな。歩いてたら襲われるのも想定はしてる。ゴミ貯めるにしても家の外には出した方がいいと思う。見せられんものでも入ってるのかもな。夜間は綺麗だ。キッチンから包丁だけは借りておこうや。包丁はあったけど取れなかったよ。テレビ光っとるから正解っぽいか。その前にバッテリーとアイスピックゲット。違うっぽい。ビデオも持ってないもんな。リアルでも持ってる人もいなそう。ホラゲーの世界でしか見ない謎アイテム扱いになってそうやわ。寝室のベッドがシングルなホラーは珍しい。マーサばあさんは一人やったんやな。人形と一緒に寝てたりしたのかな。愛情注がれた人形が動き出すのはあるあるやな。襲ってくる呪いの人形になってるし、愛情だけじゃなかったかもだけどね。なんとか供養したろな。火があれば燃やそうね。二度と復活できないようにする気やん。どこから？下になんかいたろ今。この家にはあいつしかいないよね。お前だ。違う？どこからか聞こえてくる BGM 止めに行くパターンか。2階で鍵手に入れてるしそうかも。キッチン横が正解か。何の部屋これ？容疑者リストみたいなんあるな。これマーサが作った人形のリストなんだけど、文章量が多すぎるから読まないでいい？ AI に要約させろ。4人分あるからやだ。各部屋に1枚ずつ置かれてたなら移動中に読めたよ。作った人形のアーサーは怒るとヤバいってことだけ覚えておく。動くこと自体はホラーやし、不思議ではないから気にしないで。シャチコは日本人形なんかな。会ってみないとわかんないね。正直今まで見てきた人形がどれに該当するのかわからん。いやこいつやな。名前は？フレンキーだね。陽キャの名前だ。裏に何かあったりする？貼り付けてあった裏を読んでるんやから表はええやろ。セシリアちゃんは愛くるしい見た目してるらしいよ。会いたい。絵を見た感じ可愛くはないぞ。セシリア、フレンキー、シャチコ、アーサー。彼女はどれだけの人形を作ったんだ。はよ開けろ。スペースでガチャガチャして。ちょうどいい角度だったら鍵穴が回って開くやつ。結構苦手だ。泥棒のスキルやし、普通は苦手やな。似顔絵しかなかったフレンキーくんのお話だね。全部の人形が共通して怒るとやばいんやな。怒らせなきゃいいだけなら持って帰りたいよね。いらんやろ。自動で動く人形欲しい。いらんやろ。裏に鍵がついてた。2階の奥のやろな。部屋で人形の情報を手に入れた後だから襲われるだろうし、ナイトビジョンで見えるようにしておく。ふむ。フレンキー、ここで何が起こっているんだ。教えてくれ。遊ぼうぜ。怖がらせるだけで攻撃してきてるわけじゃないなら問題ないな。この部屋に来るのに時間がかかったらゲームオーバーで家に入ったところからやり直しになるよ。リスポーン遠いゲーは嫌いだ。どっかに数字あったか？私はおねちゃんと脱出ゲームをよくやるからこれは余裕だよ。よっしゃはよとけ。人形が4体いてそれぞれがナイフで刺されてるから刺さってる本数を数えればいいだけだね。ホラーで怖がらないし謎で悩まないのって楽しめてます。スケア耐性があるだけで雰囲気でゾクゾクはしてるから楽しめてるよ。シナリオも気になるタイプやしな。鍵手に入れたしまた扉調べて回ろうね。開かずの扉は洗面所横か玄関しかないぞ。出てけ。お前は歓迎しね。最初の時みたいに階段下で待たれてそうや。喋って動く人形欲しいから特攻する。どこにもいない。日本では呪われた人形に変態行為を見せつけたら向こうから消えてくれるのが常識やけど、海外でもそうなんかな。脱粉でもしてみれば？いやうちはやらんで。マーサの家の地下へ。廊下狭いな。地下が広いな。いい洗礼やんけ。虫が出てきたのキモくていいね。あんま映さんでくれや。地下なのに窓がある？部屋の通気性上げるんやろ。4桁パスワードの金庫とカメラのバッテリーがあるだけか。戻ってくる必要があるの覚えとこな。こんちは。今のどれや？フレンキーかな。8時20分のチャイムか。何の時間かわからん。
呪いの儀式？今さっきの人形か？いやわからんな。壁の落書きが無邪気だ。死体をスルーするな。白骨化までしてると怖いとか感じないよね。そうか。焚き火を中心に語り合ってるようにも見えるや。青春やな。何もないし次。おー、女の子だったでしょ今。セシリアかな。洋服着た幸子かもしれないよ。シャチコな。お出かけ小ザメの友達みたいな名前だね。なんか倒れた音したけど、順番に進んでるから後でな。単語の数覚えろってやつだ。オッケークソジョロ。数字4つだから最初の部屋の箱のだね。戻るのもなんだし、行けるとこまで進もうや。オッケー。うち人形の顔覚えるの苦手かもしれん。誰が誰かわからん。記念写真撮るくらいには仲良かったのに呪いを振りまいてるのなんでだろう。誰かがマーサになんかしたんかな。遊んでほしいだけだったりする？遊んであげるから電気つけて。ほぼほぼカットしてるけど、バッテリー交換のたびにカメラしまうモーション入るからテンポ悪いぞ。写真引き伸ばして飾ってるの愛を感じる。一人でかいのいたぞ。まさかな。マーサはババアやろ。写真のはジジイに見えたで。見えただけでしょ。フレンキーくんの部屋で弾を見つけた。なんでビリヤードボールの7？取得はできないや。お絵かきが好きなのかも。子供なのか芸術家タイプなのか。びっくり箱じゃないんだ。勝手に部屋に入ってるわけやし、何かしらされると思ったのにな。じゃあ出るとき、こんばんは。どれや？愛くるしい見た目だからセシリアでしょ。言うほど愛くるしいか？欲しいよ。お、またボール。12やな。ビリヤードってそんなにボール使うんか。行き止まりだし戻ろう。最初の部屋のパス箱やな。メモの文章の単語数えるだけのやつ。どこの鍵かはわからんが、これで進めるな。12番のボール近くの部屋のだった。お邪魔します。返事ないから入ってよし。もっとちゃんと聞いとけ。ほら、こっち見とるで。のけぞってるだけで見てはなくない？調べていいようのタックルだね。なんやそれ。大型犬みたいな愛情表現なのかも。ビリヤードの8番ボールがあるだけか。箱とメモもあるよ。これビリヤードボールやろ。簡単やん。色ついてたっけ？黒かな？ナイトビジョン消せ。黒だね。もしかしてビリヤードボール知ってれば確認に行く必要ないんかな。まあ数字3つだしパターン少ないから色見に行く必要はないや。数字4つに見えるが。12はセット扱いでしょ。ほらね。部屋名あるの分かりやすくてええな。お邪魔します。アーサーでかいな。捨て方に困るサイズだね。アーサー、なんでマーサを殺したのか教えてくれ。マーサは偉大な女性で我々の母親だった。でも大きな過ちを犯した。彼女が犯した過ちって？彼女は我々を殺そうとした？終わもっと語らんかい。り？ろうそくをライトとして持っていけたりはしないか。ライターの火だけで進めるかな。家入ってからは割と明るいからなくてもええけどな。何の部屋？刑務所みたいや。ヘイユー、後ろ。ちょっとはためらって。前に進めなかったから後ろ見るしかなかったでしょ。目が赤く光ってたから正気ではなさそうや。さっきは普通にお話ししてくれたのに、何か怒らせるようなことしちゃった？不法侵入なのは今更やしな。この場所に見られたくないものでもあるのかも。ここも広そうやな。丸抜ゲームの落書き多いけど流行ってたのかな？最後までプレイしてある落書きない方が気になるわ。最初の方のマネキン部屋で見た本と同じか？一品物じゃなかったんだ。お、電気つく？なんだろう。なんやろな。まあまだ道はある。そう持つか？線量にも見える。ああ、なるほど。行ける場所がもうないから何をすればいいか分かりやすいな。鍵が開いた音もしたし正解だね。出落ちやんこんなん。今までは姿見えてること多かったのに。ラストチャプター。生きててよかった。とどめさしてこないんやな。遊びたいのか遊ばれてるのか。
見たことない部屋だ。奥に引きずり込まれたんやな。よし、動ける。このままエンディングシーンの可能性も考えてたで。ヒューズ拾った。ホラーの定番やな。配電盤探そか。バッテリーあるならカメラまだ持ってるんだ。取られてないんやな。畜生、やられたぜ。でもどうして俺は死んでないんだ。無施錠だから監禁されてもいないや。フレンキー、なんで俺を攻撃したんだ。友達だと思ってたのに。見えなすぎる。なあ、ここはどこなんだ。迷路の匂いする。それもホラーの定番や。どっちから攻撃された？わからん。後ろかもな。全部右に進んでみよう。マーサは私たちを殺そうとしたの。私たちを作ったことを後悔してたの。メスが期間あって可愛い。可愛くてもマーサとしてはいらんかったんやな。マーサがおかしくなっちゃってた可能性もある？人形が喋って動くよりもおかしいことがあるとは思わんけど、その喋って動く人形を作った人なんよな。動かなくても人形を手作りできるのがすごいや。私は本当にマーサが好きだったのに、マーサは私のお母さんだったのに。あと3本見つけりゃええんやな。見つけたらここが開くんだろうね。長い迷路で退屈しないように話しかけてきてくれるからお散歩感覚だね。食べるものでも欲しくなるわ。もう人形しか住んでないならそういうのはなさそうだね。ほい2本目。各部屋に何かしらある感じっぽいな。バッテリーたくさん置いてあるの迷路が長いことを示唆してそうで怖い。ホラー要素で怖がろうよ。2日に1本遊んでたら、ホラー耐性は嫌でもつくからな。ヘイユー、聞け。死ぬ前に出ていけ。出て行きたいから頑張ってるのに。一応調査の仕事中ではあるから、出ていく気があるかは微妙やで。ほい3本目。君どの子？手が届かないのかわいいね。すり抜けできないタイプなんやな。人形は実体あるからね。なんでみんな泣いているんだ。泣いて嘆いてるようには見えるな。やっと新しい部屋や。天井から吊り下げる檻のインテリアは欲しくなるね。人骨の模型は売れそうやけど、吊り下げる檻はニッチやな。フレンキー、このままここにいたら俺は死ぬ気がする。確かになんもないし死んでまうやろな。呪い殺されるわけじゃないのか。不思議パワー使えるなら直接襲ってきてるの謎やろ。残念だけどそうだぜ。出て行けって言ったのに、お前は俺の言うことを聞かなかったろ。出てけってフレンキーに言われたんだっけ？家の地下に行く前に言われた気がするわ。その時点で帰るべきだったのか？あと1本見つからないから、とりあえず2本だけはめに行く。開いた音したぞ。あ、開いてる。紛らわしい配電盤やな。全く見えないからカメラ。カメラ通さない方がよく見えそうやろ。で、なんやあの化け物。人形ではなさそう。何されてどうなった？死んだ？死に際に何も残さないならモブやな。なんだったんだろう。生物実験の慣れの果てにも見えたわ。どこかの資料見落としてるからわかんないのかな。ホラーってわからないこと8割なの普通やから、あんまり気にしてもな。ペットの出入り口。音が物騒すぎるやろ。侵入は無理ぽい。覗くか。得意やろ。超得意。めった刺しにしとる。あっやば。逃げるで。誰を刺してたんだろう。まさか知らん人間やろな。やられる前にもう帰ろう。出れるこれ？暗いからナイトビジョンしてくれ。オッケー。ついでにバッテリー余り気味だし使っとこ。脱出できたろこれ。生きて帰れたから勝利やな。人形というかスーツの殺人鬼は怖いよ。逃げ切れると思っているのか。お前は他の人間と同じように死なんだ。終わりやな。これからもあの村は呪われ続けるんだね。まあ廃村やしええやろ。人形が最後までマーサを好きだったってのがなんとなく分かったからよしや。だからこそマーサに殺されそうになったから、怒り続けて呪いを振りまき続けちゃってるのかな。スケア多めやけど、シナリオと雰囲気の続々感もあるから良源やで。謎解きも解きやすいように親切設計だったしね。それじゃ次も何かいいゲームがあれば会いましょう。バイバイ。よければチャンネル登録や高評価もよろしくな。それじゃまたな。